こんにちは、みくらです。今回は10日間で日本の城下町を作ってみます。シード地は適当に。中華町。でいいや。海だったら港のある城下町にしたいな。雪原バイオームだ。周辺をぐるりと見てきました。寒いバイオームばかりだったので、雪をテーマにした城下町にしようかな。氷山に座礁した船、かっちょいい。近くにちょうど良さそうな土地があったので、1日目の今回は町の顔である商店街を作ります。道を作りました。材料は、石、安山岩、磨かれた安山岩、砂利、石レンガ、苔むした石レンガ、ひび割れた石レンガを使用しています。遠くに樹氷バイオームや村が見える入り土。今回はこの大通り沿いにお店をたくさん作って商店街にしますね。城下町らしく、活気あふれる見た目の大通りにしたいな。お城の人や武家屋敷の人も利用するような呉服店や武器屋さん、町の人が利用するような飲食店などたくさん作りますね。横長のお店なので玄関を2つ作ってテナントっぽくしてみようかな。一つの建物に2つのお店があるイメージです。お店の入り口になる場所には、目印代わりにのれんをつけておきますね。だんだんお店っぽくなってきたかな？ 2 階建てにしますね。今回初めて見た10日間で、建築するシリーズ、一度やってみたかったのですよね。あまり期限を決めて建築したことがなかったので、自分が10日間でどれだけの建築ができるか挑戦できる、いい機会になりそう。これまで動画でご紹介したシリーズの入りが良かったので、ちょうどいい機会になりました。このワールドもそのうち配布できたらいいな。建物のざっくりとした外観は完成です。あとはお店っぽく装飾していきますね。フロッグライトを提灯のようにぶら下げてお店の看板を作ります。ここはスープ屋さんみたいです。右側はシチュー屋さんにしてみます。姉妹店なのかな？まだまだ見た目が地味なので、お店の装飾に竹を植えておきますね。石で花壇っぽく盛り上げとこ。どうかな？そんなこんなで1軒目の内装まで完成しました。お見せしているのは一部ですが、1階はキッチンや従業員のスペース、2階を飲食スペースにしています。せっかく大通りの交差点なので、色違いの建物を4方向に並べて統一感を持たせてみました。壁の色だけでなく、のれんや看板の装飾もちょっとずつ変えて、いろんなお店がある感じにしております。チャンネル登録、高評価、私の日々のガソリンになっています。商店街エリアのメインの建物が出来上がったので、残りは倍速建築で思い思いに作ってみます。ほとんど全カット建築になる気がする。ちなみに今回の10日間建築チャレンジですが、さすがに土平日は私生活が忙しいので、編集時間も含めて週1投稿していく予定です。動画1本あたりの建築が1日に収まるように作成し、10日分作る計算です。のんびり見ていただけたらとても嬉しいです。とお話ししている間に柱ができてきました。こちらの建物は和風カフェにするつもりです。イメージとしては京都にあるスターバックス。屋根もなんとかおしゃれな感じにならないか、試行錯誤しながら作っていますね。古民家カフェとか大好きなんですよね。ぜひ作ってみたかったので再現してみます。後で対になるように、純和風のお茶屋さんも作ってみようかな。年季が出るように。屋根はブラックストーンベース。土台は深層岩ベースで、ランダムに作っています。壁は崩壊石とジャングルの階段。窓はアカシアのトラップドアを使用しますね。気軽にカフェに入れるように。
入り口を大きめに作ってみました。うわぁびっくりした。クリエイティブモードでもビビった。まだ開店前ですよ。デートか何かですか？そうですか。こちらも植物で外装を装飾していきます。竹を植えて土台の新双眼のハーフブロックで縁取りますね。入り口の近くはボタンの花を植えとこ。せっかくなので内装作りをお見せしますね。こちらはカフェ1階奥のスペースです。お客さんが使うトイレを作り、手前は手洗い場っぽくしますね。こちらは入り口すぐなので、カウンターやテーブル席を作ります。2階の内装も作ってしまいますね。奥が屋根裏部屋っぽくなっているのでこちらは倉庫にします。倉庫の手前は従業員の休憩スペースにしますね。こちらでお昼ご飯を食べたり仮眠を取ったりしているらしいです。さらに手前はキッチンスペース。1階で注文を受けたら2階で調理する流れにしたいので、階段のすぐそばをキッチンにしています。料理を並べておくカウンターも作ろう。キッチンの左側はパントリーっぽくします。調味料やよく使う食材がたくさん保管されているイメージです。カフェなので軽食の材料になりそう。ちなみにテーブルの醸造台はコーヒーのサイフォンをイメージしています。
わけでカフェの内装の完成です。ただいま作ったカフェがこちら。反対側に同じ作りのお茶屋さんも作りますね。作りました。柱をダークオークに変えたり、壁を白樺にしていますが、作りはほとんど一緒です。白熊さん、雪景色が街になって困惑している。すぐに雪まみれにするね。ちょっと待っててね。雪道に道しるべがないと、不安なので灯籠を作ります。街の雰囲気に合わせられるように、高さ3ブロックくらいのサイズにしてみました。どうかな？こちらは没になった灯籠たち。そのうち再利用しようかな。いい感じに雪が積もりました。単調に積もっているのが気になるので、屋根の上をいい感じに持っていきます。ランダムに持ってみました。高さがありすぎても違和感があったので、雪の高さは1から4ブロックまでに制限しています。最後に所々に竹や灯籠を設置しますね。装飾が終わったら商店街の完成です。1日目の商店街エリア、いかがでしたでしょうか？本当はもう少し建物を建てたかったのですが、1日という縛りがあるのでこれが限界でした。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。